はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は8月2日にアナウンスされた Xbox ゲームパス配信予定のラインナップを紹介していきます。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。今後は Xbox ゲームパスの作品も紹介していきますので参考にしていただければ嬉しいです。この動画が少しでもあなたのお役に立つなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにゴーストリコンワイルドランズ。麻薬カルテルを壊滅させるオープンワールドシューティング。麻薬カルテルサンタブランカによって腐敗していく南米ボリビアの現状を打破するため、プレイヤーはアメリカ政府の要請を受け、4人の少数精鋭からなる特殊部隊ゴーストを率いて、麻薬カルテルサンタブランカや腐敗した政府軍ユニダットといった組織との戦いに挑みます。サンタブランカはボスのエルスエーニを中心に生産、密輸、護衛、プロパガンダという4つの部門のリーダーにより組織され、その下には21に分けられたそれぞれの地域をプジョンと呼ばれる幹部たちが支配しています。プレイヤーは各地域でカルテルに関する情報を収集し、その情報をもとにプジョンの居所を割り出し、支配されている地域を解放し、最終的には麻薬カルテルを壊滅に追いやっていく。オープンワールドで展開する本作は、アンデス山脈からジャングル、ウイニエンコといった様々なロケーションが登場。ゲームに登場する乗り物も多種多様なものが用意されており、自動車やバイクはもちろんヘリコプターや飛行機など、陸海空合わせて60種類以上の乗り物が登場します。この夏はボリビアで麻薬カルテルと戦ってみてはいかがでしょうか。ゴーストリコンワイルドランズは8月3日配信日本語対応の作品です。深センプログラミングパズルゲーム。プレイヤーは中国の深センにあるエレクトロニクス企業の社員としてリファレンスマニュアルを読みながら電子パーツを組み合わせプログラムコードを入力し指定されたデバイスを開発していくといった作品です。ゲームはかなりコアな作りになっており、回路基板の組み立てだけではなく動かすために動作プログラムを書き込まなくてはならない本格仕様。プログラミングについて多少知っている人ならコツをつかんである程度は理解できそうですが、私のようにプログラミングのことを何も知らないでプレイするにはちょっとハードルが高い印象でした。ゲームパスならこういった普段プレイしないであろうゲームを気軽に遊べるところがいいですね。ゲームは日本語には対応していませんが、有志日本語化ファイルで日本語が可能です。日本語のリファレンスマニュアルも Steam にあるので、概要欄に URL を記載しておきます。深センは8月4日配信有志日本語対応の作品です。ターボゴルフレーシング。最大8人対戦で遊べるゴルフレーシング。ゲームはシンプル。車を操作して巨大なゴルフボールにぶつかり、誰よりも早くゴールに運ぶだけ。ルールは非常にシンプルですが、車にはターボ、ジャンプ、滑空などの機能が搭載されていたり、ステージ中には様々なギミックやアイテムが設置されており、他のプレイヤーから邪魔されたりと一筋縄ではいかないゴルフレーシング。車はプレイ中に獲得したパーツでカスタマイズすることができ、見た目はもちろんパワーコアを装備すれば、マシン性能を大きくアップさせたり、特殊能力を追加したりとレースを有利に進めることができます。空を飛び、ミサイルを放ち、ライバルたちを置き去りにしましょう。ターボゴルフレーシングは8月4日配信日本語対応の作品です。2ポイントキャンパス。はちゃめちゃへんてこ大学運営シミュレーション。ユニークな病院運営シム2ポイントホスピタルを手掛けた開発元の作品2ポイントキャンパス。簡単操作で夢のキャンパスを建設し、ユニークな職員を雇い、地域でトップクラスの大学を目指しましょう。本作もウィットに富んだコメディ満載のゲーム作りになっており、通常の大学とは違い、多種多様な愉快で楽しい学科で学ぶことができます。例えば、騎士学では中世の甲冑をまとい、馬上槍の使い方を学ぶことができたり、美食学では学生たちが巨大ピザや巨大パイなどを発明します。勤勉だけが全てではありません。本校を通して人生の喜びを学んでもらいましょう。2ポイントキャンパスは8月9日配信日本語未対応の作品です。クッキングシミュレーター。
非常に自由度の高い狂気のお料理シミュレーター。ゲームは自分とレストランの名声を高めていくキャリアモードと自由に好きな料理が作れるサンドボックスモードが存在。リアルなグラフィックで展開する本作は120種類以上の食材と60以上のレシピが用意されており、物理演算に基づき現実同様に食材を切ったり焼いたり煮込んだりと本格的な手順で料理を作ることができますが、料理中のトラブルもリアルに作られており、ちょっとしたことで厨房が火の海に包まれたり、オーブンが爆発したりとカオスな展開になることがあるので注意が必要です。キャリアモードでは様々な料理をお客様に提供し、最終的には料理評論家の舌をうならせることが目的です。料理を提供していくことで評価を受け、経験値、料理ポイント、名声が上がっていき、経験を積むことでスキルやパークを習得でき、新しいレシピをアンロックすることができます。プレイヤーの行動次第で優秀な料理シミュレーターにもなり、カオスなバカゲー料理シミュレーターにもなる作品。クッキングシミュレーターは8月11日配信、日本語対応予定の作品です。エクスペディションズローマ。古代ローマを舞台にした単性シミュレーション RPG。プレイヤーは政敵との覇権争いで父を殺されローマから脱出せざるを得なくなった若き軍団長となって、北アフリカ、ギリシャ、ガリアなどを巡り、5人の仲間と共に様々な困難を乗り越えていく物語が描かれます。戦闘はマス目移動の単性システムである通常戦闘と、ストラテジー要素の高い軍団戦闘の2種類があり、それぞれに違った戦闘を楽しむことができます。本作はプレイヤーの行動や選択に重点を置いた作りになっており、行動次第ではパーティーの中心メンバーが戦線を離脱したりするなど、一つ一つの選択が重要で、その結果は広範囲に影響を及ぼし、プレイヤーが迎えるローマの結末は多数にあるマルチエンディングとなっています。エクスペディションズローマは8月11日配信、日本語対応予定の作品です。オフワールドトレーディングカンパニー。植民地化された火星で企業買収ストラテジー。火星のコロニーを舞台に資源を扱う大企業として物資の供給や需要、流通、価格のコントロールを行い、市場の独占を目指す作品です。従来のコロニーシムであれば、生産施設を建ててお金を稼いでビジネスを拡大させていくといった流れですが、生産施設を建てれる数に限りがあるところが本作のポイント。このゲームではビジネスのメインが市場取引となるので、プレイヤーは数ある商品の中からどの商品を生産すれば市場競争を勝ち残れるか見極めることが重要です。戦闘要素のない本作はリアルタイムで変動する市場こそが戦場となり、価格変動の予想を行い、時にはブラックマーケットやハッカーの力も借り、市場を操り競合相手を出し抜く必要があります。札束で殴り合い相手企業をぶっ潰すユニークなストラテジー。オフワールドトレーディングカンパニーは8月11日配信、日本語未対応予定の作品です。はい、今回は8月2日にアナウンスされた Xbox ゲームパス配信予定のラインナップを紹介しました。8月15日に配信終了となる作品は、カースオブデッドゴッド、スターマンサー、ボーイフレンドダンジョン、ライブラリーオブルイナとなっております。今後も Xbox ゲームパスの作品を紹介していきますので参考にしていただければ嬉しいです。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。